始まりました。30ミニッツレーベル新商品発表会。この番組はバンダイスピリッツのプラモデル、時間を忘れて楽しむ30分、30ミニッツレーベル通称 30ml の最新情報をご紹介いたします。現在 30ml では30ミニッツミッションズ、30ミニッツシスターズ、30ミニッツファンタジー、30ミニッツプリファレンス、計4つのブランドを展開しております。チャンネル登録がまだ済んでいない方は右下のボタンから右下のボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日の感想は SNS の X にて随時ハッシュタグ生配信 30ml でよろしくお願いいたします。進行役は私根本みやりです。よろしくお願いいたします。それでは解説役の方にもお越しいただきました。まずは 30mm はこちらの方。はい、30ミニッツミッションズのプロデューサーをしております中林です。本日はよろしくお願いします。お願いします。そして続いて 30ms の解説はこちらの方。はい、30ミニッツシスターズのプロデューサーをしてます諸岡です。本日はよろしくお願いします。お願いします。そして 30mf の解説はこちらの方。はい、みんなのパイセンこと西澤パイセン、よろしくお願いします。お願いします。それではよろしくお願いいたしよろしくお願いしま。ますす。ということで皆さん、はい、まず気になったのはここですね。そうですね。めちゃめちゃ広いですね。いつもと場所が打って変わって全然違いますけれども、は広いし綺麗だしと今ちょっと皆さんのコメントが見れないんですけれども、コメントでもたくさん盛り上がってくださってると思うんですけれど、今回はここで配信をお送りいたします。はい。はい、ということで今回も新アイテムを引っ提げての30ミニッツレーベル新商品発表会ですが、改めて30ミニッツレーベルについて中林さんご説明お願いいたします。はい。はい、30ミニッツレーベルとは、バンダイスピリッツホビーディビジョンのオリジナルプラモデルである30ミニッツミッションズ、30ミニッツシスターズ、30ミニッツファンタジー、30ミニッツプリファレンスを統括した総称でございます。はい、ありがとうございます。ということで今宵最新情報、注目情報満載でお届けする30ミニッツレーベル新商品発表会、このようなプログラムでお送りします。まずはストレイライトより3人目のアイドルが登場。そして新たなシスターが2人登場。オプションパーツの新ラインナップ公開。そして続きまして新たな作品がラインアップ。そしてうにゃうにゃうにゃにまつわるアイテムが登場。そしてユニークな近接武器を携えた新機体とあの100部タイプの AC が登場。そしてエンディングのちにモアです。はい、そうですね。今回も最後までお楽しみいただければと。最後までいろんな情報がありますので、ぜひお見逃しなくということで。そして、ご覧になった感想 X でハッシュタグ生配信 30ml、ハッシュタグ生配信 30ml をつけてポストお願いします。また今回も番組のどこかで4文字ワードが1文字ずつ発表されますので、今回抽選でプレゼントがもちろんあります。さらに第10回にふさわしい重大発表もあります。ぜひ最後までご覧ください。それではいいですか皆さん、はい、早速コーナーへ参りましょう。30ミニッツレーベルピックアップニュース。30ミニッツレーベルのニュースを紹介します。最初はこちら。はい、30ミニッツレーベル新商品発表会キーワードキャンペーンというところで、先ほども少し紹介しましたが、キーワードキャンペーンを実施いたします。番組のどこかに4文字のキーワードが1文字ずつ発表されますので、そのキーワードを配信終了後のアンケート内で答えると 30mm、30ms、30mf からそれぞれ3名ずつ合計9名様に抽選でプレゼントが当たります。ぜひ最後までご覧ください。はい、
こちらはもう前回はい、前回から始めましたので、はいぜひ今回もお声は何か届いてますね。はいいろいろ当たりましたっていうお声が届きつつ、あとは前回結構番組が押してしまって早く終わらせろって早く終わらせろっていう声が大きくあり、本当に申し訳ございませんでし抽選始まっちゃいますからね。た。ということで今日はちゃんとしっかり時間内にそうですね。頑張ります。でもここをせっかくこんな素敵なスタジオなので、本当に広く今日は楽し広く使ってくれって言われたんで、そうですね画面がでかいですよね。一個ずつ画面が。頑張ります。そうですね。このロゴが本当にかっこよくて、かっこいいんで、ぜひ皆さんにも背景も楽しんでいただきたいと思います。それでは続いてはこちらのニュース。はい、30 minutes レーベルゾーンの渋谷が2025年8月にオープンいたしますというところで、すでにリリースはさせていただいてるんですけど、東京にようやくオープンすることができましたというところで、はい、そっか。大体3違店舗目ですう東京以外のところで。そうなんですよ。最初は京都、そして2店舗目が名古屋、そして3店舗目が、渋谷というところで、はい、実は今回初めて公開する店舗のイメージもありますので、なんと。はい、映りますか。はい、ここちらが渋谷店の、はい、イメージとなっております。で、今回このテーマとしては30 minutes ファンタジーをテーマにさせていただいて、お店をオープンするというところになっております。はい。今回はなんか前回は京都とかは、はい、なんか赤く。そうですね。京都は少し、ちょっといわゆる皆さんが思い描くな京都感と、少しサイバー感みたいなのを織り交ぜた店舗になってまして、名古屋は30 minutes ミッションズの格納庫というか秘密基地感をテーマにしてまして、今回は30 minutes ファンタジーのいわゆる鍛冶屋とか武器屋とか、そういうものを少しイメージしつつ、なんで苔が生えてるかっていうコンセプトを話すと、一応30 minutes レーベルゾーンが、いわゆる世界観と我々現実の、融合したコンセプトっていうのを目指してまして、いわゆる次元の狭間にできたお店ですみたいなところをしてまして、ここはなんか少し荒廃した東京みたいなのをイメージして、その中に実はファンタジーの、お店があったんだみたいなコンセプトになっております。確かに東京にそういうのがあるってなんかこうノスタルジックなそうですね。感じが素敵ですね。なんか実はこういう隠れ家的なとこがあったみたいなとこになってます。じゃあすげえ。皆さんぜひお楽しみに。はい。それでは皆さん、ピックアップニュースありがとうございました。以上で、まだあります。まだ。はい。そしてこちらもご覧ください。はい。30 minutes レーベルゾーンのミニが、誕生することになりましたというところで、今一般店頭と言われているところ、いろんな専門店さんですとか大手量販店さんとか家電量販店さんがあるんですけど、はい、そこで30 minutes レーベルゾーンを注力して扱っていただいている、お店が何軒かありまして、そこをいわゆる小型店ではないですけど、ミニとして総称させていただいて、本家の30 minutes レーベルゾーンといろいろ取り組みができたらいいよねっていうところで、誕生させていただくというような形になります。でもこういったお店があることでより多くの方に手に取っていただきやすく、そうですね。我々が本当にたくさん商品を作って皆さんにお届けできるような環境を目指してますので、この30 minutes レーベルゾーンのミニも活用してうまく皆さんにお伝えできたり届けることができたらいいなと思っております。はい、こちらもぜひお楽しみに。はい。ということで皆さんありがとうございました。以上30 minutes レーベルピックアップニュースでした。30 minutes レーベル、それは3つの世界を持つプラモデルレーベル。ミッションズ、シスターズ、ファンタジー。
このプラモデルの最大の特徴はそれぞれの世界を飛び越えられる点だ。パーツとパーツが自由に融合する。これはもうプラモデルではない、想像なのだ。諸君、30 minutes という広大かつ深遠なプラモデルのフロンティアに君の想像力を与えてくれないか。お送りしております30 minutes レーベル新商品発表会。それでは続いてのコーナーに参りましょう。 30ms 新商品情報。ここからは30 minutes シスターズの最新情報をお届けいたしますが、その前に何やら変わってますね。お席に座っている方が、はい、どうも30 minutes レーベルのクリエイティブディレクター上原です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではね、早速新商品の情報に行く前に、皆さんにちょっと発表したいことがあります。それがこちらです。どうぞ。30ms バトルギアコンテスト受賞作品発表。はい、こちらは何でしょう。はい、バトルギアコンテストと題しまして、30 minutes シスターズのオリジナルギアや装備を、使ってバトルをモチーフにしたシスターたちを皆さんの方に応募していただきまして、そちらの、陸戦賞、水中戦、そして空中戦の賞を今回発表させていただこうと思っております。3テーマ、はい、なってますので、はい、ちょっと陸戦からでは行きましょうか。はい、映像はこちらですね。まずアウツーさん、そして源三郎さん、そして清健さんが受賞されました。おめでとうございます。はい、でちょっと私からちょっと解説をしましょうかね。はい、早速立って、広く使ってくれって言われたんで、広く使いますが、まずアウツーさんですね。アウツーさんは結構陸戦っていうテーマになると結構いわゆる重量感が多かったり、少しロービジというかミリタリーチックなものが結構多い中で、少しなんか華やかな感じの、陸戦仕様のものを、作っていただいて、その中でも結構ひときわ目立っていたので今回選ばせていただきました。すごいポップですね。はい、ポップな感じでまとめていただき、すごいいい作品でした。はい、で次に源三郎さんですね。源三郎さんはシスター自体はかなりシンプルな構成になってて、ここら辺のパーツの使い方とかも 30mm のパーツをうまく使っていただいてすごい特徴的なんですけど、やっぱりこの車がかなり目を引きまして、シスターと車っていうこの組み合わせっていうのが非常に他にない作品だなと思い選ばさせていただきました。車すごいですね。はい、すごいですね。私はずっと紐に目がとらわれてたんですけど後ろがすごいですね。はい、そうなんですよ。で最後に清健さんですね。こちらの方はやっぱりその重量系っていうのはやっぱり陸戦で多い中で、非常にこのなんか陸戦としてもまとまってましたし、なんかここら辺のウサギ、多分ウサギをモチーフにしているヘルメットとかだと思うんですけど、それがかっこよさと可愛さがうまく同居したような作品になってるかなと思い選ばせていただきました。これ結構実は乗ってる感じがありまして、こうやってちゃんと乗ってるような感じを再現して。見ていいですか？はい。そうなんですよ。なんか足がこういう重量級になってるわけじゃなくて、この重量級の脚部に乗っかってるシスターっていうのを作っていただいたというような形になっております。でも確かにやっぱうさぎさんですからね、脚部に力がかもしれないです。入っている。それ気づかなかったです。やったー。はい。
陸選手の方おめでとうございます。おめでとうございました。それでは続きまして、はい、水中戦ですかね。はいはい、はい、こちらはババババさんですかね。バババさん、そしてしぐらさん、そしてワッチメン@30ML さんが受賞されました。おめでとうございます。はい、私の方からまたこのバババさんはですね結構僕 30ms の投稿すごい毎日のように見てるんですけど、あまり実はこのお見かけしたことがない方でして、その中でもなんかこう色のまとまりとか、このいわゆるカスタムの方法っていうのが、他の方とは少しまた違った方法になってて、目を引いた作品だったので、今回選ばせていただきました。非常になんかまとまりがある感じになってるなと思いました。そうですね。ザ水中戦って感じですね。はい、で次にしぐらさんですね。はい、こちらも本当に重量感ある感じなんですけど、なんかところどころこの水中っぽいデザインが多分こううまく胸のとことかこういう、これはバックパックに入るのかなとことかが入ってたりしてて、なんか重量感もありつつ水中感を演出しているようなシスターで可愛らしいなと思い選ばせていただきました。この重量感に対してのすごい可愛らしい女の子、はい、結構なんか幼そうな子が。そうなんですよ。なんか少しほわーんとしたような表情をしてる女の子で、なんか少しこう水中にいわゆる潜ってそうな感じっていうのが表現されてるかなと思いました。はい、そしてこっちワッチメンさんなんですけど、このいわゆるなんでしょうね、宇宙服っぽい色味なんですけど、水中って結構目立つ、本来だったら目立つ色を使うことが結構多かったりするんですけど、そういうようなところから多分着想を得た、潜水艦というですかね、潜水艦を多分再現したようなデザイン性が取り入れてて、なんか色味とかも他の方でもあまりない色味をうまくまとめていただいてたんで、非常に目立つ感じがしまして、しかもなんかスティプラをベースに結構作っていただいてて、それもなんかこう元々のシスターをちょっと簡単にという語弊があるんですけど、比較的お手軽フィニッシュで多分仕上げていただいたんじゃないかなと思い選ばせていただきました。はい、水中戦の方、おめでとうございます。おめでとうございます。それでは続きまして、はい、空中戦ですね。はい、こちらはバンビーノさん、そして不安定さん、バーナードさんが受賞されました。おめでとうございます。はい、このバンビーノさんはですね、かなりヒロイックな感じにちょっとまとめていただきまして、本当になんかアニメとかのキャラクターに出てきそうなかっこいいその空中戦の感じが再現されてるなっていうのと、なんですかね、この4つかな、このシールドっぽいものが非常に大きくて目立って特徴的だなと思い選ばせていただきましいた。やもう本当にザメカメカしい。はい、でも空中戦って確かによりメカっぽい。そうなんですよ。メカ感が結構強いんで。で、不安定さんですね。不安定さんの方はやっぱ空中戦っていうと結構白とかが多いんで、その白をベースにここら辺の 30mm のパーツですねをうまくまとめていただきて、ちょっと羽っぽくなってたり、足がこういう鳥足じゃないですけど、こういう脚部がこういう目立つような空中戦のものに変わってたりして、本当に派手さがあったり、そして各部のこのなんか色のまとめ方が非常に良かったので選ばせていただきました。はい、で最後にバーナードさんですね。空中戦の作例の中で結構いわゆる派手な作例が結構多い中で、結構ロービジカラーにまとめていただいて、少しミリタリーチックな感じにこうまとめていただいた作品があんまりなかった中で、かなりこう際立っている作品だったかなと思いまして、あとはそのシスターの中のキャラクターも少しそういう空中戦っぽいというか、空軍っぽい感じのキャラクターデザインになってたり、こういういわゆるおしゃれな
戦闘機みたいなデザインを取り入れてるっていうのがひときわ目立ったのかなと思います。はい、なんか空中戦ってなると足がやっぱりこうそうですね、みんな足が結構目立たしたりあとは羽をどう表現するかみたいなところが、各ブレインの皆さんの特徴があったのかなというような感じになります。はい、空中戦を受賞された方おめでとうございます。おめでとうございます。それでは改めて9名の方が、今それぞれ見てまいりましたけど、上原さんどうでした？いやもうみんななんかアイディアがすごすぎてそうですよね。そろそろもうどこに何が使われているのか把握するのが難しくなってきたぞっていう。本当に難しいですね。結構もう一つ一つになんかこだわりとかモチーフとかがあって、多分語ろうとするとこれは実はこれモチーフなんですよみたいな、最後のやつとか多分実在の戦闘機をモチーフにしてんじゃないか、戦闘機モチーフにしてんじゃないかなと思うんですけど、なんかすげえなアイデアっていうなんかそんな感じです。なんか実際お聞きしてみたいですもんね。いや本当にどうやってここまで持ってってるのかっていうのがやっぱ気になるですね、皆さん。そうです。なんか全然やっぱり30 minutes ミッションズも使ってますし、シスターズも使ってますし、あとファンタジーのパーツも結構使ってたりするので、本当に今回賞に選ばれなかった人もそうなんですけど、いろんなアイデアが溢れすぎてて、ちょっとさすがにもう結構見分けるの大変になってきたなぐらいレベルがちょっと上がってるなと思いました。本当に。でも確かに毎回いろんな作品をこうやって見せていただいて、本当にどんどん質がもう切磋琢磨してっているなっていう感じますね。本当にぜひ今後も続けていきたいと思いますので、これからもご応募よろしくお願いします。そして受賞された9名の方には、受賞された9名様には30 minutes レーベルランダム商品組み合わせをプレゼントいたします。また、各受賞作品は30 minutes レーベルゾーン京都にて展示させていただきます。ランダムということは皆さんこう自分でやっぱり気になるものを買ってしまうからこそ、ランダムだったら自分では選ばないものが手に入るっていう、そうですね。またそれをうまく活用していただいてもいいですし、ストレートにそのまま組んでいただいて楽しんでいただいてもいいですし、いろんな楽しみ方があるんじゃないかなと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。受賞された皆さん、改めて本当におめでとうございます。そしてたくさんのご応募ありがとうございました。それでは新商品の発表に移りましょう。最初の商品はこちら。それでは、アイドルマスターシャイニーカラーズコラボから、30ms 芹沢朝日を、まずご紹介いたします。こちら2025年の10月発売予定、4180円税込み予定となっております。ストレイライトというユニットの、アイドルを、順に立体化してきているんですけれども、こちらがストレイライトの3人目というところになっております。次のスライドお願いします。2商品目が、同じくコラボなんですけれども、30ms オプションボディパーツアルファシスターズファンタズム3カラー B という商品となっております。こちら2025年10月発売予定、2420円税込みとなっております。でこちらが、コラボコスチュームであるアルファシスターズファンタズム1の、バリエーション商品ということになっております。実際の詳しい商品仕様は、CG ともので、ご説明できればと思いますので、CG の方を見ていきましょう。まず朝日の方ですね。芹沢朝日こんな感じの、商品、フルセット商品となっておりまして、頭部と、このアイドル衣装が、付属している商品となっております。次お願いします。表情パーツに関しては担保印刷済みの表情パーツ、いつも通り3種類付属しております。でこちら、特徴的なのがですね、30ms の元のラインではもう刃のパーツっていうのは、実装されてたんですけれども、シャニマスでは、おそらく刃のパーツをつけるっていうのが、初めてのことですよというところで、今回芹沢朝日で、さらに再現度が上がったんじゃないかなと思いますと。でかなり笑顔を個人的に設定画表情って
開発の時は呼んでるんですけど、右下の、公式サイトに載ってる表情ですね、もうかなり似てるなと思うんですけれども、この上にある笑顔が、これ歯がついてるんですけど、これがめちゃくちゃ可愛くできたんで、後で物で見てもらいたいなと思います。歯が可愛くできた。そうなんですよ。ユフィアからですよね、多分。そうですね。歯をいろんな入れたのは。30 Minutes Sisters の方では実は歯を作ってたりするんですけど、今回初めてシャリマスの方で取り入れたという形になってます。だいぶこなれてきました。はい。で髪の毛に関してはいつも通り組み替えで髪飾りのない状態を再現可能になってます。はい。ハンドパーツもいつも通り複数付属しております。で次がアルファシスターズファンタズム3カラー B ですね。こちらは、頭部が付属しない衣装だけの商品となっております。次お願いします。裏がこんな感じですね。で、そうですね。で、胸元のデザインっていうのが、3種類付属しておりまして、好きなものから選んで組み立てられますよという仕様になっております。今回初めて3種。いや、2にも実は2も3種ついては、ご紹介したかもしれないですけど、またこれも後で紹介したいなとは思ってます。この右下のやつが特徴的なあれになってるんで、はい。で次お願いします。もう言ってんのか。これでもう終わりか。はい、そうか。じゃあちょっと物の方をなんかここでお見せするのは、じゃあ物の方をお見せしてるんですけれども、はい。ということで、今画面に映っているのがですね、ストレイライトの3人ですよというところで。今回特徴的なのが、肌の色がカラー B というところになっております。で、冬子この一番画面で言うと左かのこの冬子がカラー A で朝日がカラー B でメイがカラー C ということになっております。で、なんでこうしたのかっていうことですと、ストレイライトっていうユニットがかなり個性が強いユニットでして、この3人並んだ時のそれぞれの個性の差みたいなところを表現したかったというところがありまして、今回芹沢朝日はカラー B で商品化をさせていただいております。で、そうなんですよ。で、この両側の2人は、ビヨンド・ザ・ブルースカイ2というちょっと身長が高いアイドル向けの、衣装になっているんですけれども、朝日に関してはビヨンド・ザ・ブルースカイ1の方の、身長が低い方、になっておりまして、この身長差っていうのも設定通りの、再現となっております。でちょっと横の方も映していただければと思うんですけれども、こっちのアルファシスターズのそうですね。でこちらが、アルファシスターズファンタズム3カラー B という商品となっておりまして、肌の色が、カラー B になってますというところで、朝日がカラー B なので、今合わせた状態で展示させていただいておりますと。でこちらの、特徴になっているのが、アシンメトリーなデザインっていうところが、もともとのアルファシスターズファンタズム1もアシンメトリーなデザインなんですけれども、これもう持っている方は、気づくかもしれないんですけれども、この黒とこの片側黒で片側肌なんですけど、これ逆転してるんですよ、アルファシスターズファンタズム1と比べると。でこれが、この手と足の、布の部分っていうのがそうだすいません、この布の部分っていうのが、同じ色になっているので、2つ持っている人はどっちも黒にすることができるというような商品になっております。でまたこの白と黒とグレーの成型色も実は1と2と3で全部同じ色を使っているんで、実は隠しギミックとして集めると真っ白とか真っ黒の衣装が作れるっていう隠しギミックもあったりしますと。すごいです。幅広く、そうなんです。これ実はシャニソンにも登場してるそうですね、カラーリングなんです。そうです。そうなんですよ。なんかもともとはシャニソンの中に登場させられるかわからなかったんですけど、BNE さんがぜひ色替えもやりたいっすねみたいな話で盛り上がり、このカラーリングの衣装がシャニソンの方にもすでに実装されているという形になってます。なんで皆さんノリノリで開発をして、
楽しくできたかなと思います。あとこの顔が歯がついてる顔なんですけど、アップにしてる方やっぱね歯見たいですよね。ぜひちょっと見に来ぜひてちょっと歯を見てください。歯見たい本当に歯がねすあとごいん私ですよ。靴も気になりました。あ、そうなんですよね。このヒールがねキラキラしててクリアパーツで、可愛いはい、できているんで、やっぱり歯があるとない時よりなんかこうなんでしょう、情報量が増えるというか。あーよよりり表情表情が豊かになるなっていうのがやっぱ印象的で、やっぱアニメだとどうしてもやっぱ歯とかをこう白で少しシュッて入ってたりすることがやっぱ多いんですけど、それプラモデルで再現するのなかなか難しかったんですけど、いろいろチャレンジを 30ms の方でやったりして、それがこのキャラクター、いわゆる BNE のシャニマスっていうキャラクターにも反映することができたなと思っております。かなり表現の幅が広がりますよね。このそうですね。確かに。歯ってじゃあ別でその組み立てるときにパチってつけるんですか。そうですそうです。その仕組みになってます。30ms のって歯はなんかギャグみたいですね。違う、そんなつもりじゃない。歯だけに。歯だけになんかそういうことが。それでは 30ms 芹沢朝日は4180円、 30ms オプションボディパーツアルファシスターズファンタズム3カラー B は2420円、いずれも2025年の10月発売となっております。それでは続いての商品はこちらです。はい、続きまして30 minutes sisters からティアーシャのダリアウェアカラー B の登場になります。2025年11月2750円税込みとなっております。はい、すでにこちら30 minutes の日に5月30日なんですけど、このティアーシャのバックショットを公開させていただきまして、もうファンの皆さんはついにティアーシャ来たなということで、ようやく発表することができたという商品になっております。すごい、みんな来たーって可愛いって、はいとなっております。そして次が新キャラクターになります。おはい、こちら30 minutes sisters SISK00 ミコルルカラー B となっております。こちら2025年12月発売、税込み2750円となっております。こちらは本当に今回初公開となります。ちょっと狐をモチーフにしたキャラクターとなっておりまして、デザインが島田文兼さんがデザインしていただきました。やはりはい、すごい可愛いですね。すごいいいですね。じとめ。そうなんですよ。なんか今回ちょっと右下にあるんですけど、顔の表情も少し個性豊かな顔を入れているというような形になってます。はい、じゃあ早速 CG 画像の方に行ってみましょうか。はい。はい、こちらティアーシャですね。ちょっと待ってください。はい、こちらティアーシャですね。こちらティアーシャの方は前作の最初のティアーシャと一緒で海老川さんがデザインしていただきまして、こちらが正面の方になっておりますと。この二刀流が少し結構モチーフになってたり、であとは少しなんか軽装になったっていうんですかね、初期のティアーシャより軽装になったというようなのをデザインしていただいたという。もともとは剣と盾でしたよね、武器がティアーシャ。そうですね、そういうものがついてたんですけど、今回二刀流で後ろはこんな感じですね。このちょっとウイングっぽい感じのパーツがついてますというところです。はい、こちらがこう動いているような形になってますね。双剣可愛いですよね。はい。で、こちらの方、実は足にちょっとなんか可愛らしい。なんかいる。はい、鳥のような。はい、これなんか足裏はちょっと遊び心がある。海老川さんが遊び心あるデザインを入れていただきました。さすがですね。細部まで。これは厳密にちゃんと聞いたことはないんですけど、多分鳥だよなって思いながら、なんかそうだな、遊んでるなって思いながらちょっと入れさせていただきました。でこのガントレットって言われてるのが手についてる、さっき手についてたパーツなんですけど、それを足に組み替えるっていうこともできたりしますんで、そういうような組み合わせ遊びもできたりします。はい、で表情ですね。ちょっとこちらも少しじとめというか、右下にじとめっぽいパーツがあったり、左下なんか少しはーって言って切れてそうな顔があったりというようなのが今回ティアーシャとなっております。はい。はい、でこちらがミコルルですね。こちらが初
公開となってますが、こちらは島田文香さんにデザインしていただきまして、狐っていうところなので、うちはタヌキをモチーフにしたキャラクターがすでにルルチェっていうキャラクターいまして、少しルルチェと対比してライバルっぽいキャラクター作りたいですねっていうところから、このミコルルが生まれたというようなキャラクターの細部いろいろちょっと狐っぽいデザインが入ってたり、少し和のテイストが入ってたりみたいな。これお袖というか肩のとこってどうなってる？これはね、後ほどちょっと完成品見せるんですけど、ここはなんか少しアーマーっぽいパーツが上腕についてるという形になってますね。なるほど。で後ろにこういう剣がこうやって格納されてるという羽みたいになってて、ここに格納されてるみたいな感じになってます。はい、これがちょっとポーズをついた感じになってますね。少し実は足のパーツっていうんですかね、スニーカーも少し今回ちょっと変わってるようなちょっと厚底っていうんですかね、いうような感じになってたり。今なんかコメントで今びっくりしたのが、びっくりされてる方を見つけて、ルルチェってリスじゃないのってまだタヌキなのってまだ浸透してなかったですね。タヌキちゃんらしいです。タヌキちゃんなんでぜひ覚えて帰ってください。そしたらリスちゃんも生まれるかもしれないですね。リスも生まれるかもしれないですね。リス可愛いですよね。多分歯ついてるんだろうな。そしたら確かにちょっと大きめで。そうですね。はい、で担保印刷のパーツはこの3種類ついてまして、これちょっと見ていただきたいんですけど、右下の顔少しちょっとなんか悪そうな顔してますけど、歯がこれ歯ばっか言ってますけど、やいわ今日フェチこれはまさに出るかな、出るか。今なんかやってます。で歯のパーツが実は今回ちょっと八重歯っぽい感じのパーツが組み合わせでつけれるようになってますので、ちょっとこんな感じで楽しんでもらえたらなと思って。ここまでデフォルトが地留めのキャラクターっていうのは今までいなかったかもしれないですね。シスターの中で。はい。こんな感じですね。歯のパーツがこんな感じで取り付けは選択式で選べますよという形になってます。はい。ということで、じゃあ早速ちょっと物の方に行きましょうかね。はい、こちら2人の並んでますが、はい、こちら画面左がティアーシャですね。でこちら画面右が、ミコルルとなっておりますというところです。はい、ティアーシャは実はリシェッタのフリージアウェアのパーツを少し流用させていただいて、それをうまくティアーシャにはめ込んで、海老川さんの方にデザインしていただいたという形になってます。で本当に軽装な感じと、このいわゆるパンツスタイルっていうんですかね、ちょっとミニズボンっていうんですかっていうのが結構特徴的なデザインになってたり、あとはその武器とかでいうと、今までクリアパーツの武器ってやったことはなかったんですけど、初めてその 30ms ではこのクリアパーツの二刀流みたいなのを再現しているというような形になってます。パワーアップ感があっていいですよね。そうですね。いいですね。今回これ完成品なんで少しツヤ感はあんまないんですけど、ちゃんとしたテストショットになったら結構ピカピカな感じになると思いますんで、ぜひお楽しみいただければなと思います。でこちらミコルルですね。はい、こちらの方は本当にキツネをちょっとモチーフにさせていただいて、でパッツンちょっとヘアで顔の方も結構特徴的な顔をしてるっていうようなキャラクターになってます。この髪のボリューム感がすげえ可愛いんですよね。これなんか多分ぐるっと回したりするとなんか結構このなんかボブカット風のやつってティアーシャも結構似てはいるんですけど、このボリューム感の髪ってないんですよね、あんまり。ティアーシャと比較すると分かるんですけど、ティアーシャは比較的レイヤーカットっぽい髪型っていうんですかね。まあなんでしょう、段が結構入ってるんですけど、ミコルルの方は結構パッツンでいってる感じで、まあ少し昔の日本のなんか和のテイストというか、そういうような髪型になってる感じですね。後ろもそうですけど、なんか前の横の髪の毛、顔周りもちょっと違います？そうですね。髪型のここら辺の横の感じというのはちょっと違いますね。
はい長さとかはすごく似てるんですけど、はいこの2人がここに来たのは偶然ですよね。はい、でも偶然です。そうなんですか、はい対比ではなく、対比ではないですけど、特にないっていう。偶然なんか狙った感じになりましたが。でも実物だと余計にやっぱりそれが、いいですか。本当だ、横がすごい違いますね。ちょっとどういうコメントがどういう今溢れてんすかね。溢れてんすかね、みんな。この前下がりのカットと、はい。この子のなんかこう頭を丸くはいはいはい。感じが全然違いますね。そうですね。多分結構そのティアーシャは実はその髪型が初期のティアーシャと似てるんですけど、実はこれ全部フル新規で作ってまして、そうなんですね。はい。なんでまた少しいろんなそのイラストとかパッケージのイラストとかをたくさんティアーシャはやっぱあったりするので、それをうまいとこ取り入れて、今版にちょっとブラッシュアップしたというような感じになってます。諸岡さん、はい。やってんあ、出ない。出ないあんかやってんなって出る今日は口はい。という形で、はい。はい今回これ2人キャラクターになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。お、出た。出た。遅れて音だけ出た。はい。それでは 30ms ティアーシャダリアウェアは2025年11月発売、 30ms ニコルルカラー B は2025年の12月発売。どちらも税込み2750円です。それでは続いてこちらの商品です。はい、続きまして 30ms のオプションパーセット21スプリントコスチュームカラー B とオプションパーセット22ターボコスチュームアルファカラー B となっております。スプリントコスチュームの方は25年11月発売、税込み1650円。ターボコスチュームアルファの方は2025年12月発売、税込み1650円となっておりますというところです。はい。はい。実はスプリントコスチュームの方はサージェントとかエイダーコスチュームっていう商品が実はすでに発売してるんですけど、そちらのバリエーション商品となってまして、ターボコスチュームの方は今回初めて作る新規造形のオプションパーツとなっておりますというところです。じゃあ早速 CG の方に行きましょうか。はい。はい。スプリントコスチュームの方は付属品物はこのような形になってまして、エイダーやサージェントと同じ内容物となってまして、今回胸の部分ですとか髪型のパーツとかヘアパーツとかが一部新規造形になってます。でこちらの方デザインは島田文香さんの方にデザインしていただいたという形になってますというところです。はい、こちらティアーシャにつけてみた感じなんですけど、このような形でかなり先ほどのティアーシャとか見ていただくと分かるんですけど、印象が変わるような感じになってるかなと思っております。はい、でこちらがターボコスチュームですね。アルファです。こちらは海老川さんの方にデザインしていただきまして、このコスチュームとあとはヘルメットのパーツがちょっと付属するっていうところで、ヘルメット。はい、すでにキャラクターでいうとライディラっていうキャラクターが発表していまして、ヘルメットを身につけててスケボーみたいなパーツを使っているキャラクターがいるんですけど、それに合わせたような形で少しこういうコスチューム、バイクに乗ってるっていうんですかね、ようなコスチュームをデザインしていただいたという形になってます。はい、こちらはですねミコルールにちょっとつけてみたヘアパーツとかもついてますんで、かなり先ほどの和のテイストから一変してミコルールはだいぶイメージ変わるんじゃないかなと思っております。かっこいい。はい、でこちら30 minutes ミッションズの方のバイクの方を横に並べておりまして、このような形なサイズ感になりますんで、ぜひMM のパーツとかと一緒に遊んでいただけるとより楽しめるんじゃないかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたしますということで、はい、じゃあ実際に物の方を見てみましょうか。はい。はい、物の方ですが、スプリントコスチュームの方はこちらですね。向かって画面左のところですねなってますが、はい、この胸部のデザインとかが見ていただくと分かるんですけど、新規になってますので、ぜひ組み合わせて遊んでいただければ楽しいんじゃないかなと思います。なんで笑ったか分かんないですけどはい、でもう一つターボコスチュームですね。こちらのターボコスチュームの方ですが、グレーのサフで吹いてるところが新規パーツになってまして、他の色がついてるところは
ライデラのパーツをちょっと使用しているような形になってますね。このグレー部分がついてくるような形になっておりますと。若干まだ設計中な部分もありましていろいろ変わるんですけど、このヘルメットパーツがちょっと付属してきまして、このヘルメットがかぶれるような形になりますので、ぜひ製品版できた時お楽しみいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あのバイクはネタバレだったみたいです。そうなんですか？あれ出てなかった？ごめんなさい。中林ネタバレじゃんってごめんなさい。いう今というところで、はい。確かに前回バイク出してますからね。はいちょっと混同しちゃバイク混同してました。混同しちゃいましたよね。私もすっかり前回出したきり言いましたが、はい。すいません。スプリントはこの胸でスプリントは無理でしょというコメントがありましたけれども、でもこのなんかモチーフがねやっぱ馬なんで、だからこう速いんじゃないかというところの装備ですね。はい。これ馬耳か。馬耳です。今はい。これもうずっと気になってるんですけど、太ももの紐は何でしょう？僕にもわかんないです。可可愛いからいいじゃないですか。今回のこの新商品見て思ったことはけしからんですね。ペチズムがすごいポイント。ペチズムがすごいというポイントで、はい。すごいポイントですね。ここは。そうなんですよ。これだな。ペチズムがすごい。はい。なんで。ちょっといろいろオプションパーツいろんな遊び方がありますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。はい。こちらは 30ms オプションパーツセット21スプリントコスチュームカラー B は2025年の11月発売。そして 30ms オプションパーツセット22ターボコスチュームアルファカラー B は2025年の12月発売です。どちらも税込み1650円となります。それでは以上 30ms の新商品でした。改めて新商品を振り返ってみましょう。はい。改めて一覧ですかね。ちょっと今一瞬変な映像映っちゃいましたけど、どうですかね、山本さん、個人的になんか気になったものとかありますか？個人的に、はい。でも私朝日ちゃんの見た目すごい昔から好きなので、朝日ちゃんのクオリティ高いなっていう、はい。やった。この髪型がやっぱいいですよね。そうですね。あんまりこのなんか左右非対称な結構このなんかショートのボブみたいになってるんで、結構ないかもしれないですね。もしかしたらボブが多いですね。そうですね。たまたまですけどボブ多いっすね。すごい。でもボブだけでこんなにも種類が一つとして同じもの今回ないと思うので。すごいな。確かに。なんか結構みんなのコメントにあると馬ってすげえ言ってるんでいや耳も気になりますけど、私は紐が気になりますそうですね。で朝日とかは結構フィギュアとかでいっぱい出てたりするので、その中でも一番最高の朝日を作ろうっていうのが我々のミッションだったので、本当に一番いい商品になったんじゃないかなと思います。この世の中にある朝日の中でだいぶ苦心しましたね。結構自信がハードル上げましたが、いやでもやっぱりシャニマスファンの方も絶対に喜ばれる一品だと思うので、ぜひ皆さんお手に取ってくださいませ。それではここで番組冒頭でもお知らせしたキーワード一文字目の発表です。一文字目のキーワードはいです。キーワードはこの後も発表します。メモをして最後までご覧ください。それでは上原さん、諸岡さん、ありがとうございました。以上 30ms 新商品情報でした。
新商品情報。ここからは30ミニッツプリファレンスの情報をどこよりも早く紹介いたしますの前に、まず上原さん。はい、もう何が商品化されるのかもう全然わかんないな。わかんないですね。わからないですね。コメントの皆さんも多分何がなんだって思ってると思うんです。上原さんの T シャツについてもうみんなすでに突っ込んでるなんて、そんな何も見てない。いや意外に T シャツ突っ込んでる人いないですよ。だからそうですね。はい、みんな最多分、初ね、これがなんかこう登場してその後すぐバーンってスライド行ったんで、はい、あれなんか今の何だったんだみたいな、ちょっとプラシーボ効果みたいにはなってました。プラシーボ効果じゃない。効果だったんです。サブリミナル効果。そうです。はい。みたいにはなってました。はい、まあそんな冗談はさておき、サービスということで、はい、じゃあ商品情報お願いします。はい。出るかな？まずはこちら。はい。ということで、30MP 新商品としてエヴァンゲリオン新劇場版から綾波レイをプラグスーツ姿で商品化させていただきます。はい。商品名 30MP 綾波レイプラグスーツバージョン、2025年10月発売予定、税込み4400円となっております。はい、こちら、30 minutes プリファレンスは、第1弾として、ボッチ・ザ・ロックの方を、発表させていただいたんですけれども、こちら、第2弾というと、言い方的にあれかもしれないですけれども、エヴァンゲリオンを、次エヴァンゲリオン新劇場版を、第2弾の IP として取り扱っていきますと。でその、一発目の商品が綾波レイのプラグスーツバージョンとなっております。はいはい、はい、で多分 CG に行った方がいいかな。 CG お願いします。はい、ということで早速、商品の仕様の方をご紹介させていただければと思うんですけれども、今回、30MP ということで、こんな感じで、商品化を、しておりますと。で、こちらは商品 CG なので実際後で、試作品ございますので、そちらでご紹介をさせていただければと思ってます。はい、付属品といたしまして、ロンギヌスの槍、これちょっと分かれちゃってますけど、ロンギヌスの槍が、付属しております。また、各種、劇中のシーンを再現できるような手首に加えて、パリパリに割れてしまった玄道の、メガネだとか、シンジ君の S ダットみたいなのも付属品の中に、入ってまして、実際この手首の多分2段目の、右から2番目が、S ダットを保持できる手首のはずなので、実際持つことができますよというところの商品になっております。次のスライドをお願いします。はい、プラグスーツ艶のある質感で表現というふうになってるんですけれども、プラモデル、ホビー部のプラモデルを、組んだことがある方なら、ちょっと知ってるかもしれないです。こういうツヤツヤの、素材、グロスインジェクション的な、素材っていうのは、ご存知かもしれませんけれども、そういった感じで、ツヤツヤな質感っていうのを表現した、プラモデルになる想定でございます。はい。で30 minutes プリファレンスということで、単本印刷を施した、表情パーツが2種類付属しております。画面の左側が通常顔ということで、無表情で、視線を右に振ったような形のものとなっております。で、右側の表情が、ごめんなさい、私こういう時どんな顔をすればいいかわからないのと。で、笑えばいいと思うよ。で、笑った時の、笑顔が再現できますよということになっております。はい。はい。で、そうですね。で、座りポーズを再現するパーツが付属しますということで、これが、ジョの時の、八島作戦に出撃する前、シンジ君と2人で話している時の、あなたは死なないわっていう時の、体育座りの、ポーズとなっております。で、これで以上ですかね。はい。では、ものの方をご紹介させていただければと思います。こちらが試作品となっておりまして、まずはこっち側の方から映していただければと思うんですけれども、今これ塗装試作品なのでちょっと塗装段階なので、実際の商品とはツヤ感がちょっと異なるかもしれないんですけれども、おおむねこんな感じでツヤツヤの状態
の、プラグスーツツヤツヤにしてやらせていただきますんで、よろしくお願いしますというところで。曲線美ですね。あ、そうなんですよ。そうそう。今回そうねこのちょっと多分横向けると分かるんですけれども、この胸を反った時のこの S 字のカーブっていうのが強く出るっていうところをかなりで、結構その綾波レイのイラストとかで、こういった表現が多いので、そこを注力してポージングを取れるように開発を行っているというところ、さすが目の付けどころが素晴らしい素晴らしいです。皆さんのコメントに分割も気になるっていうコメントもあって、分割、どうやってどうなってる色分けってことですよかね。色分け結構凄まじいことになってます。おお。今回恒例の爆発図みたいなやつがないのでお見せできないんですけれども、今回かなりこれ今多分色分け足してないはず、おそらく腕のオレンジぐらいじゃない？なんかこのそうですね、腕のオレンジとかは足してますね。であとこの00とかは筋彫りで再現になってくるんですけれども、基本的には頑張ってこの色分けを再現するぜというところになってますね。であとこの顔もすごく苦労したポイントでして、顔のアップいけます？結構これがなんか 3,4 回ぐらい下絵を描いて、これも違うあれも違うっていう試行錯誤を繰り返してスケジュールを圧迫して作った顔にこだわりがなっておりますので、かなり多分可愛い綾波ができたんじゃねえのかなというところで、綾波はやっぱりもうエヴァンゲリオン自体が長いコンテンツなので、立体物がすごいたくさんあったり、あとは半径へのイラストもたくさんあるっていう中で、結構皆さんの認識も結構やっぱバラバラだったりするんですよね。あの時の綾波とか自分が思い描いてる綾波ってどんなんだろうっていうことを結構真面目に考えるとなかなか再現が結構難しかったっていうのがあって、どれを再現するかも迷っちゃいそう。その落としどころをうまくそうなんですね企画を上原とかあとは現場担当がやってくれたっていう感じですね。皆さんの決勝ですね。っていう感じになってます。で、座りの紹介に入る前に一応多分皆さん気になるところだと思いますので、ちょっとサイズ感とかもろもろの仕様に関してちょっとご説明をさせていただければと思うんですけれども、これちょっと一緒に映せますか。さっきのミコルルなんですけれども、30ミニッツレーベルの、商品というところで、ブランドは違うんですけれども 30ms とサイズ感を合わせて開発をしておりますというところになっております。なんですけれども多分並べて気づかれる方いるかと思うんですけれども、刀身自体は、実際劇中に出てくる刀身のまんまで、再現していますと。でこれじゃあどうなっているのっていうのが多分もう一個出てくる疑問が出てくると思うんですけれども、ちょっとこちらもご用意したのでご覧いただきたいんですが、これですね。これが何か多分パッと見で分かる人と分からない人がいると思うんですけれどもわからないです。これが頭部の基部っていうふうに我々は呼んでいるんですけれども、実際髪型とフェイスパーツを組み付ける部分っていうのが、30ミニッツレーベルでは共通規格で開発を進めているんですけれども、今回かなり頭身が異なるキャラクターの商品化ということで、こちら肌色の方が、普段の30ms の基部で、こちらのグレー色の方が、今回、綾波レイで使用している基部、ちょっと試作品なのでちょっと色がグレー色なんですけれども、となっていてちょっと小さいですね。でこれが新しい規格の基部というところで、現在この基部を使用している商品っていうのが綾波レイのみとなっているんですけれども、今後30ms よりも頭身が高いキャラクターっていうところに対して、この新規の基部っていうのを適用していくみたいなところで開発していきたいなと思ってます。はい、という感じです。一回これはちょっとはけますね。それでですいません、戻るんですけれども、ではこの体育座りの方をすごいかわいい。すごい画面だな。すごいコンパクトな面白いですね。なんか、これがこの胴体の胸部から下とあと膝上のこの間の部分を交換することで、このコンパクトな劇中通りの
これもちょっとなんとライかして劇中に寄せられるように頑張りましたという部分ではあるんですけれども、立つのってバランス絶妙じゃないですか。そうなんですよ。これ今ちょっと持ち運びのために下に両面テープ貼ってあるんですけれども、実際このまま自立させることが、すごい、できます。でこの専用、さっき説明し損ねたんですけど、専用の手首もついておりますので、実際この膝を組んだような、膝を抱えるようなポーズっていうのが、再現可能になっております。はい。で仕様としてはそんな感じですかね。はい。どうですか。結構皆さんコメントで顔ちっさっていうコメントが。そうですね、目立ちましたね。はい、パーツだけで皆さん伝わるっていう。そうですね。多分 30ms に慣れてる方が結構視聴者の方多いので、多分この初めてサイズ感を見ていただいて顔の小ささに多分驚いたんじゃないかなと思います。はい。そしてそんなこちらは 30MP 綾波レイプラグスーツバージョンは税込み4400円。2025年の10月発売です。続報にご期待ください。ここで番組冒頭でもお知らせしたキーワード2文字目の発表です。そんな2文字目はチッ。はい、キーワードはこの後も発表します。メモをして最後までご覧ください。以上 30MP の新商品情報でした。30MF 新商品情報。 30MF の新商品情報をお伝えいたします。西澤さん、お願いしますが、まず何ですかあれ。作っちゃいました。うわー、すごい。皆さんにね、世界観伝えたくて作っちゃいました。頑張っちゃいました。いやー、すごい素敵なアニメでびっくりしました。いやー、すごかったですよね。多分皆さん結構驚いたと思うんですけど、なかなかこれまでいろいろなイラストでなんか紹介してきたものいっぱいあったと思うんですけど、今回はとにかく世界観伝えようということで映像を作ってしまおうという形で映像を作らさせていただきました。はい。もう一回ぜひじゃあちょっとせっかくなのでですね、
解説をちょっとさせてもらえればなということで、もう一回ちょっと流しながら説明しましょうかね。はい、今回作品作りをしていく中で、いろんな世界観、ファンタジーの、世界観ってあるなと思ったところで、自分たちでこの世界観を1ページずつ作っていこうということで、こういった本の中から物語が始まるということで初めて作らさせていただいております。で、多分どんな世界観かなっていう世界観を想像するに、広さとか冒険の行き先みたいなものが分かってほしいなということで、ちょっといろんな冒険の印を作ることで、こういう依頼書みたいなものを作ったりとか、これまでさせていただいた映像の中からイラストの中から映像化しているところもたくさんあります。ちょっとこういった感じでカスタムするところとかもわざとちょっとこうやって鍛冶屋みたいな鍛冶屋があるんですね。鍛冶屋のシーンを作ったりですとか、リーベルからローザンに変わって、ローザンはローザンのちょっと正義があるなっていうふうに思ってるんで、何かしらちょっと秘密めいたところがありつつも、ちょっとこういったダンジョンの中で物を探すことだとか、ここでアーチャーを今回登場してますけど、弓矢で狙った先にはかわいそうモンスターがいるっていうような設定を入れたりですかね。あんなちっちゃくて可愛いものにそうですね。まだ発表させていただいたこういうウィザードとか魔法を使うところを、出させていただいたりとか、今回かなりモンスターを登場させるところをちょっと意識してたりしますので、こういった世界観の中でやっぱ敵対する何かしら冒険の先にある目的みたいなものを皆さんの中で作れるような世界観作りというのをちょっと目指したような感じになっています。で、これをちょっと一人一人の一対一の決闘みたいな感じの雰囲気もあるんじゃないかなということで、こういったシーンも作らさせていただいたりですとか、もちろんこういった休息のシーンは大事な休息のシーンは必要だと思いますので、こうやって休息をしながらさらにクラスアップをしていただいて、冒険の先にある新たな大きな敵に向かっていこうというようなお話作りをちょっと考えたというのが今回の映像になってますね。ここもリーベルとローザン両方ともいたりとか、昨日の敵は今日の味方、共闘したりとかですね。あとちょっとこういったなんかあれですよね、この PV 内に今後のいろんなヒントがそうですね、散りばめられているっていう感じですよね。たくさんいっぱい詰め込まさせていただいたんで、よく見るといろんなところが分かりますというような感じでございます。でもこの映像でよりファンタジーの作る時の世界観がすごい想像がしやすくなりましたよね。皆さんにちょっと世界観妄想していただくために、やっぱ少しでも形になるもの、見えるものとして見せたいなというのがちょっとありましたので、ちょっとそれを形にさせていただいたという感じになってます。そして今回も新しいストーリーがあるんですよね。そうなんです。ストーリーも、持ってきましたんで、ストーリーの方もぜひお願いしたいと思いますが、画面の方出ますかね。どうぞお願いいたします。竜の血の誓いと試練の炎。竜神族の谷を支配する静寂、昏睡した竜妃。その原因は彼女の生命を支える竜の血脈が枯渇しつつあることだった。竜神族にとって竜妃はただの王ではなく、竜の加護を授けてくれる存在。彼女が倒れれば一族全体の均衡が崩れる。竜妃を救うにはエンバー山に住む赤竜に認められ、赤竜の竜玉を手にすること。それは竜神族の伝統でもあった。竜と対峙し、その試練を乗り越えた者こそ真のドラゴニアナイトと認められるのだ。若き竜神の一人が試練に挑むことを決意。選ばれし精鋭の竜神騎士たちと共に向かうこととなった。目的地はエンバー山。赤竜を目指し、山麓から深い洞窟に足を進める。迷路のように入り組んだ険しい洞窟。足早に歩く中、リーベル共和国の冒険者たちと遭遇。問いかけるように尋ねを受けたが、構っている余裕はない。一国を争うのだと。我らの目的はただ一つ。我が姫君を救うこと。その大義を胸に据えながら、静かなる威圧で
冒険者たちへ警告を促す。我らの邪魔をしなければ危害を与えない。そう言い放ち、灼熱の溶岩が地を這う洞窟のさらに奥深くへと足早に歩みを進めた。はい、ドラゴニアナイトのショートストーリーでした。西澤さん、こちらについてぜひ教えてください。いい声優さんにちょっと喋っていただいたんですごく嬉しいなと思いますが。誰かななんか結構誰だろうこのいい声の人ってやっぱ分かってなかった人あ、分かってない。じゃあ誰かなアピールしといた方がいいかもしれない。俺だありがとうございます。あ、いえ、こちらこそ楽しいですはい、ということで内容についてもそうですね、はい、今回先ほどあーって叫んだものだとかの、ストーリーをちょっと書かせていただいたという感じで、はい、冒険の中でいくといろんなところで鉢合わせになるシーンって多分あると思うんですよね。その冒険の理由みたいなものだとかが何かしらそれぞれには多分あると思っているので、はい、そのちょっと冒険の思い、そのなぜここの洞窟で出会ったのかみたいなものを表現できるといいなと思ってまして、今回ちょっとこのストーリーを作らさせていただいています。どんどん新しい展開とともに、やっぱりこの後ろの絵の龍神族ってきっと方ですかね。そうですね、あれですね、奥の赤い、ちらっと実は言うともう名前も出してたりとかするんですけどはい、でもこういう作品だからこそいろんな物語が一つ一つあっていいかなと思いますんで、一つ一つちょっとこういった話を作れて皆さんに公開できればなと思っているっていう感じですね。はい、はい、それでは最初の商品はこちらです。はい、30MF ドラゴニアナイトという形になります。はい、2025年11月発売予定という形で価格のは2750円という形にさせていただいております。今回龍神族をモチーフにさせていただきまして、実を言うと前回今回冒頭の時にも振りがありましたけど、目とギーってやってるエンディングでやった映像とかのやつは何だったのかみたいな話で皆さんいろいろご想像されてたと思うんですけど、今回ずっとこの商品をずっと蓄えてまして、今回いよいよ発表という形にさせていただいております。で今回このドラゴニアナイト自体ホビーショーの時から先ほどの PV は流させていただいたんですけど、なかなか皆さん気づいていただけることもなかなか難しかったなというふうに思いつつ、PV やっぱ公開金曜日かな、先週金曜日に公開させていただいたんですけど、気づかれた方もいらっしゃったなと思いながら、いよいよ発表という形で龍神族という形で新しい種族の形で発表という形にさせていただいております。はい、じゃあちょっと、今回はですねデザインさせてお願いさせていただいたのが行部一平さんになります。はい、こちらの方でデザイナーの方をさせていただいております。ではちょっと次の画像をお願いいたします。はい、でドラゴニアナイトなんですけど、やはり龍神族なので龍っぽい、形の、デザイン性をもとに、作っておりますが、もともと全体の形としてフォルムも中のシルエットも形を新しく変えてますので、今回このような形で、背中に大きな木を背負っているような状態に今、今回の方を設定させていただいております。次の画像をお願いいたします。ちょっとポージングした画像と、素体の画像が出るかなと思いますが、はい、素体がこの龍神族がモチーフという形で、中の素体自体が人間型ではなくて人型の形したこの龍神族をイメージした形という形で、足の形とかが特に変わってたりするようなイメージ感で今回の方は作らさせていただいております。また後ほどものの方でも説明させていただきますが、はい、このような形になっております。はい、次の方お願いいたします。はい、これもちょっとポージングの方を知っておりますが、今回実を言うと武器を2つつけております。これまで出した商品は必ず1ジョブに対して1つの武器しか、装備がなかったと思うんですが、皆さんの遊ぶ中でカスタマイズして遊んでいくとか、もちろんこういったポージングの中でいろんなポージングさせたいという時に武器の手数を少し増やしていきたいなというふうに思ってまして、今回武器の数を増やして新しく2つ武器が入っているような設定の方をさせていただいております。特にやっぱ龍の形なんで、構え方ですとかポージングのカットかなり決まるように構造感作ってますので、はい、こちらの方でやっていければなというふうに思っております。はい、じゃあちょっと物の方で
説明の方をさせていただきましょう。はい。はい。今回ですね、はい、最初に今2つ画面に出てると思いますが、こちらの方が、はい、シルエットのドラゴニアナイトの形になっているものですね。ちょっと背中がですね、このような形で全身ちょっとまた映していただいて今舐めていますので、まあ、武器の形ももちろんそうなんですけど、これまでちょっと長さがない新しい、長い剣の状態で武器の方を作っておりまして、まあ、これを背中に支えている状態なんですけど、背中側がですね実はちょっとこんな形で、まあ、片バネしかないような状態に今なっております。はい、で顔のフォルムとかもですねかなり竜っぽい形のフォルムにしておりますので、かなり竜神族といった種族の新しいモチーフのデザインになっているんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、先ほどちょっと説明させていただいた武器ですね。武器の方もこのような形でちょっと太くて重ためな感じの重量感あるような武器の設定もつけてまして、ちょっとこの武器の先端とかもこういったちょっと仕様的にこのような感じで外せるようになってますので、刃先も何かと本物の中のカスタマイズの遊びで使えるような作り方をしております。はい。刃の部分が穴開いてるのはデザイン的にはなんかこう新鮮ですね。ちょっと待ってください。先言わないでください。ごめんなさい。でもいい点ですよ。さすがですね。見る点が賢い。ですね。じゃあ次ちょっとまたこちらの素体の方の説明に行きたいなと思うんですが、素体がですね今回今まで出てた素体のこちら発表させていただいたこの素体ですね、3つの素体があったんですけど、その素体と並びを、しております。まあ、もちろん竜神族ですのでもちろん形も違うんですけど、背丈的にはこのような感じでサイズ感が異なっているっていう形で、ちょっとまあ横から見るとこんな感じでちょっと竜の形なんで少し猫背みたいな雰囲気感とかを出せるような演出感ですとか、肩の構造とかを少しちょっとこう獣感を出せるような動きの肩構造に少し新しい構造を取り入れてますので、よりちょっとその獣っぽい動きですとかポージングのカットにも幅が出るような遊びの構造感を取り入れているというのが今回の方式になってます。でちょっとまあ気になる方もいらっしゃるのでちょっと口も開きます。本当だ。歯があります。この歯は違いますね。歯じゃないです。はい。口も出たりもします。はい。これシルエットは他のやつとも交換してそうですね。はい。構造感的にはほぼ同じような構造感してますので、こういった肩の部分から抜いていただいて違うこの素体の部分に刺していただいて、全く違う片腕だけが竜神の形になったりするとみたいな遊び方もできるかなというふうに。うまいことやればナイトと組み合わせて竜騎士みたいな。そうですね。できたりするってことですね。はい。組み合わせ的にはできるかなと思います。いいですね。はい。一旦以上にとっておきましょうか。次の説明もしたいと思ってます。はい、それではこちら、30MF ドラゴニアナイトは税込み2750円、2025年の11月発売予定です。それでは続いての商品はこちら。はい、次が、はい、30MF のクラスアップアーマードラゴニアロードという商品になります。皆さんちょっと、これまで見ていただいた情報の中ですとスピード感ちょっとなかなか速いかもしれないんですが、実はクラスアップアーマーも作っております。で今回商品の発売自体は12月発売という形で、値段の方は1100円という形にさせていただいておりますが、こちらの方でも、アーマーをクラスアップさせていこうという形で、ロードと言われている君主という意味がありますけど、改めて先ほどのお話ストーリーに続くものとしてこのクラスアップアーマードラゴニアロードというものを商品化させていただこうという形にしております。はい、で、次の画像をお願いいたします。はい。商品の内容になっておりますが、こちらの方にも武器の方が一つ入っております。今回これでドラゴニアナイトの関係する武器として3つ武器があるような形になりますが、実を言うとこの武器に先ほどお話ありました穴が開いてますよねっていうところで穴が開いてるところにずっと飾りをつけれるという遊びを少し入れております。
右側のパーツのところに、パーツがいくつか5パーツぐらい並んでる金色の羽みたいなパーツがある、牙みたいなパーツがあるんですけど、そのパーツがこの剣のところに取り付けれるような仕組みになっております。でアーマー自体も、このアーマー自体は先ほどちょっとお話しあったようなカスタマイズ用として、他のジョブにでもすぐつけれるような遊び方にするために、今回これだけで単独で他のジョブとも組み合わせができるような構造感としてパーツの構成を組み立てておりますので、ぜひこれをまた違う、先ほどあったようなリーベルなどでつけてみたりとかみたいな遊び方ももちろんできるような遊びの方式にしております。はい、次の画像お願いいたします。はい、でもちろん先ほど画像の方にもありました長い剣の方にも、このような形で、武器、飾りの方もつけれるような仕組みになっておりまして、形が異なるものの、デザイン性を武器の中でも表現しようと、武器もカスタマイズされているというようなものを、今回デザイン性として盛り込んでおります。はい、次の画像をお願いいたします。はい、でさらなるちょっと遊びというところで、先ほどストーリーの中でも実はこの、頭を形デザインをした3つの形のデザイン、頭がさらに入っているというような商品構成にしているんですが、物語的に考えるとおそらく一般兵的な遊びとして、選択肢が増やした方がよりその龍神族としての物語を進めるにあたってはものすごくいいんではないかなというふうに思ってましたので、皆さんのカスタマイズ性の中をさらに広げるためにもこういったパーツの増やし方ということで、カスタマイズの幅を広げるためにも頭のパーツを複数入れさせていただくという方式を取らさせていただいております。なので組み合わせはこれ実を言うと頭のパーツと顎のパーツを組み合わせが変えるような方式もこれまでと同様の感じで入ってますので、どんな組み合わせをして、新しいその、龍神族の姿、騎士の姿というものを皆さんの中で作っていくこともできるんじゃないかなというふうに思っております。はい、像の方は以上ですね。はい、でそれではちょっと物の方の説明という形になります。はい、先ほども言ったようなこのような形で武器のところにデザインが新しく吹いてるってことと、ドラゴニアロードという形で頭の頭部の形デザイン自体もものすごく、デザイン性を新しく変えていたようなクラスアップしたというデザイン性を入れております。で背中の先ほど羽が1枚しかないって言ったドラゴニアナイトの片側しかないって言ったお話なんですけど、実はこちら側ですと2つあるような構造にしております。羽の中も動きが構造として可動方式をここら辺取ってますので、十分な動き方、可動して開く遊びとかもできるような構造にはとしております。はい、ドラゴンのトゲトゲ感がすごいですね。そうですね。はい、ちょっとかなり触ってる中でもいたってちょっと扱い注意で、はい、でもやっぱドラゴンっていう形なので、デザイン的にも業務さんとお話しさせていただいてこのような形の竜のデザインの形を盛り込んでいただいたので、かなりデザイン的にもかなりかっこよさが出たんではないかなというふうに思っております。はい、以上となります。はい、それではこちらの 30MF クラスアップアーマードラゴニアロードは税込み1100円、2025年の12月発売です。それでは続いての商品はこちら。はい、こちらのが 30MF カスタマイズストラクチャーという形にしております。こちらの商品のは11月発売予定で値段の1100円という形にさせていただいております。実を言うとですね、これまでちょっとお話しさせていただいた中でとこのドラゴニアナイト先ほどのお話に続く中で、どうしても PV を見ていただいた方とかはモンスターの部分をかなり期待されてた方もいらっしゃるかなということで、少しずつモンスターのところも形にしていきたいなというところでストラクチャーとモンスターがセットになった商品というものを、今回、新しく形としてさせていただきました。で商品の内容として主にカスタマイズストラクチャーって言っている通りですね、これまで皆さんに妄想を広げていただく、こんなシチュエーションあったらいいな、こんなファンタジーの世界観どうなんだろうみたいなことをうまく考えれるような要素として何かもっと新しい商品作りできないかなということで今回企画させていただいたんですが、商品化させていただいたんですが、冒険の中でよく目にする造作物みたいなものを商品できないかなと、またその造作物の近くには必ずモンスターは潜んでいるんではないかというところでモンスターを商品化をここから始めていければなというふうに考えておりまして、今回このような形の商品セットの内容を作らさせていただきました。次の画像お願いいたします。はい、
で今回モンスターとですねストラクチャーの方、出させていただいておりますが、よくある道しるべみたいなものと、木の丸太、あと岩ですね、この辺りを、使いながら、まずはその冒険している様というものを演出できるように、自由にどの場所にレイアウトしてもいいような方式にできればなというふうに思ってましたので、ある程度一定の区画の中で自分がもし撮影したりとか外で撮影したりするときにどこに置いてもいいような形に使えるような素材ということでこのようなストラクチャーを用意させていただきました。またその中で登場して、おかしくないようなモンスターもここには付属させていますので、このような商品体系、また左にあるようなまさしくそのモンスターと遭遇した時のシチュエーションが表現できるようなものを今回商品の形にさせていただきました。はい、次の画像もありましたよね。はい、ちょっとこのような形で丸太の道しるべみたいなものとセットにさせていただくというのはこういった遊び方もできるんじゃないかなということで、早速ものの方の説明の方に行きたいと思います。はい、なかなかちょっと画像だとサイズ感が伝わらないかなということで、今回、実際の、これまで出させていただいた製品と合わせて、並ばさせていただいております。かなりこういった形でシチュエーション的にもシーンどのシーンみたいな形で想像がしやすくなるようなセットの内容にはしてますので、かなり構造的にも飾り方的にも皆さん自由が広がるんじゃないかなというふうに思ってますし、はい、そうですね、こちらの道しるべとかも実は道しるべもこれ向きが変えれるようにわざと軸が真ん中に入ってたりするので、傾きでどっち向きになったりもすることもできたりする仕様も入れていったりします。でまたモンスターとかもですねこういった形の今回これクリアパーツでできるようにはしてるんですが、こういったモンスターとかも複数入っていったりですとか、真ん中のそうですね、はい、こちらの鳥の形のものとキノコの形のものみたいなものも今回モンスターとして新たに、投入させていただいております。でこちらの、モンスターの方のデザインに関しては、美川海滝さんの方にちょっとデザインの方をお願いさせていただいて、今回、商品化の方につなげていったという形になっております。これキノコはあれですよね、 PV にそうです、出てきましたよね。そうです、はい。鳥は出てきましたっけ？鳥は出てきてないんです。鳥はですね、実は言うと鳥を使おうと思って鳥なかなか使ってなかったんですけど、はい、使うところキノコだけ出てきた。キノコ、はい、今回出てきたって感じですね。はい。いいですね。これクリアパーツのやつは何ですか？スライム。スライムですね。はい。こちらはもしや塗りでき塗りできますよ。お塗りできますよ。塗りがいがあると思います。そうですね、クリアだから真っ透明のクリア出そうかなと思ってますので、はい、皆さん好きな色に塗っていただいても大丈夫です。はい。いいですね。あれですね、モンスターがようやく登場してきたんで、いろいろ期待しちゃいますね。そうですね。ユーザーは。そうですね。なんか多分どんな遊びが多分固定なんじゃないかって皆さん思ってる方もいらっしゃると思うんで、かなりこういったグリグリ傘の形向きが変えれるような構造とかも入れてたりとか、ここも回転できるような構造を入れたりするので、はい、ポージングも少しできるような表情付けができるような仕組みにはなってたりします。鳥もね、手についたりも、そうですね。鳥もですね、これ今ジョイントパーツここを外してるんで、今日それ持ってきてたんだ。ここにこう鳥としてつけれるみたいな構造とかもできますね。使い魔的にもできる。はい、3ミリのジョイントを使えばつけれるような仕組みをちょっと入れてますので。はい、それではこちらの 30MF カスタマイズストラクチャー1は税込み1100円です。2025年の11月発売となっております。以上 30MF の新商品でした。改めてご紹介した新商品を振り返ってみましょう。はい、今回かなり情報を多く説明の方させていただきましたけど、 30MF のドラゴニアナイトから始めまして、クラスアップアーマーという形で種族の中のクラスアップアーマーも商品の紹介をさせていただきました。でまた皆さんの中でカスタマイズ性をさらに広げていただきたく、世界観を妄想するためのパーツという方でカスタマイズストラクチャー1という形で今後もこのような素材も発売できていければなというふうに思ってますので、またこの商品の遊び方っていうので新たな遊び方を皆さんの中で進めていただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。私も今回の PV を見て一番気になったのが
最初はきのこちゃんかわいそう、オーバーキルしないでと思ったり、あとやっぱりモンスターがとっても気になったので、はい、期待してもよろしいでしょうか。皆さんの期待に応えるよう頑張ります。頑張ってくれるそうです。ぜひご期待ください。それではここでプレゼントキーワード3文字目の発表です。3文字目のキーワードは「ま」です。はい、キーワードは次で最後、お見逃しなく。以上 30MF の最新情報をお届けしました。30 minutes missions. Bandai Spirit's original robot plastic model kit series. Build your model in 30 minutes. Easy to build design that anyone can assemble. An abundant lineup allowing for infinite customization possibilities. Build your own one-of-a-kind model kit. For more information, 30MM 新商品情報。はい、このコーナーでは30 minutes ミッションズの最新情報を紹介いたします。中林さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。画面がすごく暗くなったかとそうですね、まずは思うんですがですねあらあら画面のエラーではなくてですね、はい演出としてちょっと暗くさせていただいてます。およ、そのはい、光る箱は何でしょう。こちらですね、先日静岡ホビーショーにてちょっとカミングスーンとこうすりガラスの形で、新しい機体を展示させていただいておりまして、そちらを今回お持ちしてこの新商品発表会で公開しようかなというところでお持ちいたしました。はい、多分楽しみにお待ちいただいたファンの方もいらっしゃるかなというところで私も早く見せたいと思ってやってまいりましたので、ちょっとお見せできることを楽しく思ってます。よろしくお願いします。それではじゃあ早速ですか開けちゃいね。ますか。カミングスーンですから。はい、それではご覧ください。どうぞ。はい、これから紹介させていただく新たな、機体になるんですけれども、今までにないほど非常にかっこいい機体に仕上がってるんじゃないかなと思っております。各部ちょっと尖ったディティールだったりとか、あとはちょっと白と黒っていうところで新たな兄弟機みたいな形で、新しく2機体ご用意させていただいております。はい。はい。いやでも見どころがいっぱいありそうですね。はい、もう多分もうパッと見て分かる通り武器がすごく多くてですね、確かにここら辺もしっかりと武器クリアパーツじゃん。そうですそうです。ホビーショーの時もクリアパーツちょっと見えてたよね。そうなんですよ。クリアパーツでね実はちょっと紫色のクリアパーツを透かして、これマクション軍かなバイロン軍かなみたいな推察をちょっと楽しんでいただこうとちょっとやったんですけれども、なるほどね。はい、こちらなんですけれども、30MF をよくデザインいただいている、行部さんに、デザインをいただいておりまして、30MM の機体では、初めて、行部様に依頼をさせていただいたものになります。ちょっと細かいデザインなどまた改めて、スライドなどでご紹介できればと思います。はい。ではスライドに行きましょうかね。はい。はい、こちらになります。マクション軍から、近接戦闘に特化した強力な最新機体レビニクスがロールアウトとなります。今回2体、商品が発売されることとなりまして、左のレビニクスタイプ A、 こちらが25年、10月発売予定で、税込み1848円の商品となります。右側の、黒い方がですね、レビニクスタイプ B というところで、こちら2025年11月発売予定となります。お値段税込み1848円でございます。先ほどお伝えした通り、行部様にデザインいただいた、新たな、量産機となります。はい、かなり凶悪な見た目といいますか、新たな新顔登場じゃないですけれども、イラストの方もかっこよく仕上げておりまして、ぜひぜひこの2機体にこれからご期待いただければと思っております。
はい、それでは早速スライドの方で説明していきますか。はい、こちらが、タイプ A の方になります。ちょっと、主人公機っぽいような、真っ白な、形なんですけれども、紫のクリアパーツを使っていることでちょっとマクシオン軍の敵のような印象を与えるデザインとなっております。で各部には、武器の方各種装備しているんですけれども、目立つところでいうとエネルギーシールドですね、左手につけてるこのシールドのパーツも、クリアパーツでしっかりと再現をしております。はい、裏側から見るとこんな感じですね。もう背中に装備している武器がかっこいいなって多分気づくかなと思うんですけれどもちょっと新たな武装であるリボルバーソードというものを装備してまして、脚部の方にもですね、エネルギーダガーを4本装備しているような、もうがっつり近接で戦うような機体となっております。はい、そうですね。はい、こちらなんですけれども、先ほど説明した通りクリアパーツふんだんに使っておりまして、武装類も、今までのクリアパーツと同じくしっかりときらめきを持ったような、加工をしております。はい、ダガーに関しては、逆手持ちをしたりとかいろんな持ち方が楽しめるようなキットになっております。はい、付属物です。さまざまな武器がついてくるんですけれども、右下のようにちょっとダガーをこう取り付ける、ジョイントパーツだったりとか、ちょっと膝アーマーとして、付属しているちょっと小型の4つ穴が開いたような、使いやすいジョイントというところも入れておりますので、カスタマイズも非常に楽しめるキットになっているかなと思います。はい、先ほど出たイラストですね。いっぱいこんなにかっこいいやつらが上から降ってくるっていうところでかなり絶望感感じるイラストになってるかなと思うんですけれども、この機体を使って例えばカスタマイズミッションズだったりとか、イベントの方もどんどん開催していこうと思ってますので、これからの動向にご期待いただければと思います。はい、続けてタイプ B の方も紹介させてください。タイプ B の方は、真っ暗な成型色に、こちらはですねクリアパーツをあえて使わないというところで、ソリッドな成型色を、使用しております。紫の部分は少し、赤紫チックな、新しい色を使用しております。はい、背中黒くて見えづらいところもあるんですけれども、後ほど説明しますが、大きな体剣のようなものだったりとか、ちょっとブーメランチックな武装、あとは、背中に、短銃が2本刺さっているような、こちらの機体に関してもかなり武器が豊富に付属するキットになります。ブーメラン型ってあんまり見ないですね。あんまり見ない形ですね。今回30mm で、過去にオプションパーツで一手こう何点か商品集めていただくと、チャクラムのような形が作れる商品があったんですけれども、今回は1商品で、しっかりとそこ再現してますよというところで、ご期待いただければと思っております。はい。でこのようなユニークな使い方ができますよというところで、右手に持っているのが、先ほど説明したチャクラムダガーで、左手に持っているものが、大型ソードというところで、このような、接近戦をイメージしたポージングもしっかり決まるような、デザインとなっております。はい、で短銃ですね、こちら二丁拳銃のように、両手に持って、撃つポーズみたいなのも取ることができますので、近距離戦闘に特化したと言いながらもしっかりとこう中遠距離武装みたいなのも携えてますので、剣以外のポージングっていうところも楽しめる商品となっております。はい、付属物でございます。こちらも同じように左上のところにありますが、一部ちょっとこう、肩アーマーというところで、ジョイントに使えるパーツっていうのも、付属しております。で後ほど説明しますが、勘のいい方ならわかるかなと思うんですけれども、一部タイプ A の、パーツをそのまま流用しているところがありますので、例えば、大型ソードを分解すれば、リボルバーと組み合わせられるかなみたいなところとかもちょっとバリューとしてあるので、この後ご紹介できればと思います。はい、こちらもイラストですね。それでは早速実際のものを見ていただこうかなと思います。はい、映ってますかね。よいしょ。これ量産機なんだよね。量産機です。
めっちゃかっこいい広い量産機です。強そうですめちゃくちゃ強そうだなと。そうさっきねイラストもなんか空うわーっていうからやっぱり量産機だよなと思いなそうがなんですら見ててよね。もう今回かなりかっこよさに振り切って作っているので、量産機なのかみたいな疑問をお持ちになられるかなと思いまして、今回ちょっと装備を外した状態っていうのもこちらにお持ちしております。装備を外せばちょっとこう量産機ルックな見た目になったりもするので、単にエース機っていうわけではなく量産機と言い張らさせてください。そうですね。カスタマイズパーツみたいなのもいっぱいついてきますので、先ほどのシールドもちょっと分解してみたりするとこのパーツ単体で使えたりとかもしますし、はい、リボルバーソードもこう外してこう使うことだってできるので、リボルバーとしてリボルバー白もあるんですね。そうですそうです。もうこの素体をベースにいろんな量産機っていうところをユーザーの皆様の方で作っていただければかなと思っております。はい。クリアパーツの紫ってちょっとなんとなく珍しい気がしちゃうんですけど、はい、社内でも結構作りにくい色と言われておりまして、今回このレビニクスを作るにあたって新たに色を起こしまして、かなりこだわり強くやらせていただいております。今までの紫のカラークリアパーツですね、クリアパーツだとよいしょ、結構薄いものが多かったんですけれども、今回ちょっとどうしても濃い紫、しっかりと映える紫にしたいなと思いまして、ちょっと新たに色を起こしてまで作っている商品でございます。ここのスタジオの照明もあるかもしれないんですけど、かなりなんか光を取り込んでくれるから。そうですね、結構背景の色とか吸い込んだりとか反射したりみたいなところがあるので、かなり光の当て方でもいろんな写真が撮れたりとかするんじゃないかなと思うので、そのあたりもちょっとご期待いただければなと思っております。まず映えますね、これは。非常に映える機体かなというところでございます。とはいえですね、タイプ B ですね。はい、タイプ B の方もクリアパーツ使ってないからといってかっこ悪いわけではなく、めちゃくちゃかっこいい機体に仕上がっておりますので、こちらもぜひお楽しみにお待ちいただければと思っております。はい。基本的にジョイントの部分は、今までのマクシオン群で使っている C 型という 30mm のフレームを使っておりまして、色はちょっと過去にない色をこちらは使っていたりとかしますね。はい、この辺りもちょっとご期待いただければかなと思います。で先ほどちらっとお話ししましたけど、このリボルバーが実はこのリボルバーだったりとか、こちらでシールドに使われているこの板が、こちらのタイプ B の方では実はこれ難しいですね。腰の穴になってんだ。腰の穴になったりするので、こちらも面白い。全然雰囲気変わりますね。そうなんですよ。クリアパーツからやっぱりソリッドの色のついたパーツになるとかなり印象変わるので、はい、この辺りも業務様としっかりとお話ししながら詰めさせていただいて、かなりいい商品になってるんじゃないかなというところでございます。腰にそのなんか、このパーツがついているだけでマント感があって、ダークヒーロー味がすごいあってかっこいいですね。非常にそこがもうおっしゃっていただいた通りダークヒーロー感出るかなっていうところと、あえて外してしまうと逆にちょっと量産機感っていうかちょっとモブメカ感みたいなところも出るので、いろんなカスタマイズを楽しんでもらえる機体かなと思います。はい、素敵です。はい、それではこちらレビーニクスタイプ A、タイプ B 両品ともに税込み1848円。そしてタイプ A は2025年の10月発売、タイプ B は2025年の11月発売予定です。続いてはこちらの商品です。はい、こちらですね、オプションパーツセットの商品となります。オプションパーツセット22、ウィングユニット2でございます。こちらなんですけれども、過去に、去年ですね、去年発売しました、オプションパーツセット17ウィングユニット1という、真っ白の、羽の商品があったんですけれども、そちらをちょっとカラーリングを変えることによって新商品として発売をいたします。で前回の商品から変わっている部分がございまして、もともと真っ白で成形していたものが羽の先の部分だけクリアパーツに変えることでちょっと新たな印象を付け加えた商品となっております。こちらはもともとウィングユニットのデザインをいただいた海老川金滝さんに色の監修なども行
なっていただいております。こちらは2025年11月発売予定、価格が968円、税込みとなります。はい、こちらなんですけれども、かなりクリアパーツの話さっき散々したと思うんですけれども実は全く同じ紫色を使っておりまして、レビニックスとも、しっかり合うようなカラーとなっております。次のアイテムもいっちゃいましょうか。はい、こちら、さっき出たバイクです。さっき私もすごく驚いたんですけどもしれっと出てしまってた。新バイクやーってそうな言ってるんですよ。めちゃめちゃびっくりしちゃったんですけれども、こちらもちょっと新しい商品として紹介させてください。エグザビークルシリーズに新たなブーストワイルドバイクバージョンというバイクが登場いたします。こちらに関しては、柳瀬隆之さんに、デザインをいただいております。一部ですね、インサート成形を使用した、ブロック型ジョイントパーツっていうものを、今回採用しておりまして、こちらのディテール部分に関しては海老川金武さんにデザインをいただいております。パッと見から分かるように結構カスタマイズポイントを多く配置しておりまして、3ミリ穴だったりとか C タイプジョイントを使ってこのいわゆる未完成なバイクを、ユーザーの皆様の手で、カスタマイズして、お好みのバイクに仕上げてあげられるような使用感となっております。こちらは2025年12月発売予定、価格は2200円税込みとなります。今まだ監修中のものでございまして、形状やディティールっていうところに関しては、まだまだこれからアップデートしていくところでございます。では早速物の方をお見せできればかなと思います。はい。はい、最初にウィングユニット2ですね。オプションパーツセットの、ウィングユニット2の方、こちらになっております。こちらから見ていただいた方がいいですかね。はい、単独飛行すると、このような、先ほど申し上げたクリアパーツがすごく入る仕様となっておりまして、真っ黒の色に合わせてしっかりと紫の方も選定しておりますよというところでございます。で、早速レビニックスと遊んでみましたというところで、このようにしっかりとカラーリングが合いますので、バッチリ相性抜群で。全く同じクリアパーツの色？はい、こちらなんですけど、タイプ B の方はクリアパーツがないんですけれども、タイプ A のクリアパーツと同色になっているなるほどね。でございます。はい。でございます。本当にキラッキラでめちゃくちゃ綺麗ですね。そうなんですよ。すごく目を引く綺麗なカラーになっておりまして、こちらも早くお見せしたいなと思っておりますと。で、7月に発売予定しておりますイグライトという 30mm の新たなフラッグシップ機にも今取り付けてみています。ジョイントの方もですね、かなり複雑に付け替えたりとか組み替えもできるような商品となっておりますので、どんな機体にも取り付くような商品仕様となっております。ご期待いただければと思います。はい。で、続きましてバイクの方ですね。はい、はい、今回のバイクがこちらです。で、前回の発表会で紹介したバイクがこちらです。テストショットが出ましたので、こちらもお持ちいたしました。はい、ブロックのパーツはですね、こちらの、よいしょ、ブーストブレイブバイクの方には、こちらのグレーの、成形のパーツがつきます。ちょっと接着剤の跡が映ってて申し訳ないんですけど、はい。で、こちらの、ブーストワイルドバイクの方にはインサート成形の、ブロックがつきますよというところで、まだちょっと造形品なんですけれども、このようにこちらは2色でこちらは1色というところでちょっと違いがあるのと、ディティールもちょっと違いがありますよというところでございます。はい。で、機体とちょっとサイズを比べるとこれぐらいのサイズ感になっておりまして、かなり大きいサイズになっているかなと思いますので、値段相応の仕様に仕上がっているかなと思いますので、もうこちらもご期待いただければと思います。はい。バイクの方は本当に好みと、あと作りたい世界観とか、テイストによっても全然使い方違いますよね。はい、そうなんです。で、私スライドの紹介を忘れてたみたいなので、スライドも紹介させてください。すみません。気持ちが流行って物を見せよう申し訳ないです本当に。すみません。はい、スライドの方、映りますでしょうか。はい、さざっと行かせてください。ウィングユニットの方はこのような形の造形になっております。はい。付属品としましても、ジョイントパーツいっぱいついてますよというところと、単独飛行に使える機種の部分だったりとか、パーツがついておりますので、こちらも組み替えて遊べる仕様感となっております。はい。
先ほどもお伝えしましたが、レビニックスタイプ A と、同じクリアパーツの色味となっておりますので、しっかり合わせやすい商品、カラーリングとなっておりますよというところでございます。表情付けも可能な可動域となっております。はい、ジョイントの方も組み替えることで、例えば1つ穴の機体にも2つ穴の機体にも付けられるような、商品感となっております。はい、アチェルビーにも取り付け可能ですよというところで、作例の方をこちら CG で上げております。似合いますね。はい、非常に紫の機体が、ブラックの機体に合うようなカラーリングとなっております。はい、こちらバイクの方でございますね。グレーとか、ブラックを基調にしておりまして、先日の、発表会で、出させていただいたブーストブレイブバイクの方は、どちらかというとホワイトだったりとか、ライトグレーを、基調としておりましたが、こちらに関してはちょっと濃いめの色でまとめております。はい、でもう分かると思うんですが、かなりディティールにもこだわっておりまして、この辺りもしっかり墨入れして楽しめるようなディティールが入っているのでご期待いただければと思います。はい、はい、インサート成形を使用した2色のブロックパーツ、ブロック型のジョイントパーツっていうところも採用してますので、こちらも楽しみにお待ちいただければと思います。はい、はい、それではこちらの 30mm オプションパーツセット22ウィングユニット2は税込み968円、2025年の11月発売です。そして 30mm エグザビークルブーストワイルドバイクバージョンは税込み2200円、2025年の12月発売となっております。それでは続いてアーマードコアの紹介に参りましょう。アーマードコアですね。はい、お待たせいたしました。アーマードコアの商品も今回お持ちしましたので、発表させていただければと思います。早速いきますか。はい。はい、こちら、30mm アーマードコア6、ファイヤーズオブルビコンアーキバス ADD VE40A となります。こちらはアーキバス製の汎用 AC 商品となります。はい、もう見てわかる通りですが、迫力満点のタンクパーツも、商品化させていただきますので、アセンブル幅が広がること間違いなしでございます。バイカに関しては、4180円税込み、発売月は、2025年12月となります。こちらご期待いただければと思います。スライドの方で説明していきます。はい、スライド出ますかね。はい、もうコメントがすごい勢いでもう追えないよみんなもう追えないぐらいで流れているんですけれども、はい、今回もうサプライズ的な商品というところで、タンクの、パーツの方が入った汎用 AC というところを、公開させていただきました。はい、こちらに映っているように、武装が新規で付属するところと、タンク部分も新規になってますというところで、CG をお見せしていますが、早く造形をお見せしたいなというところでどんどん流して説明していきますね。はい、はい、もう言わずもがなですが、後部もしっかりとディティール入っております。これアップできるのかな。はい、もうよだれが出るようなディティール感になっております。こだわりにこだわっておりますよというところで、はい、またこちらもご期待いただければと思っております。はい、はい、武器に関しては VE66LRB が付属しますよというところで、過去のキットに付属していないものが、新たに立体化されますよというところで、こちらに関しても、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい、早速ものをお見せしてよろしいでしょうか。はい、お願いします。映ってますかね。ちょっと多分すごく寄っていただいた方がいいのかなと。どっちに？この辺り寄れますか。はい、いつものことながらかなり緻密なディティールとなって
おります。今回は重量コアパーツの VA40A を中心に構成されております。1部に関しては VE46A となっておりまして、これらは前回の新商品発表会で商品化を発表させていただいたオープンフェイスと同形状のものとなります。で、新規造形のパーツとしては頭部のこちらですね、VE44B、 あとはレーザーライフルのこちらですね、VE66LRB が付属いたします。はい、でそしてですね、特殊タンクパーツである VE42B ですね、こちらの、特殊タンクパーツが付属しますよというところでございます。かなり大ボリュームかつディティールもびっしり再現しておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい、かなり重量もかなりありまして、組んでみてすごくボリュームを感じる商品だろうなと思いますので、お楽しみにお待ちください。はい、造形見ていただければなんですけれども、いつものごとくすごく細かいな。そうなんですよ。これ本当にすごいなっていうところで、ちょっと覗きに来ました。ぜひすごい。ぜひぜひ。はい、私もゲームプレイしてますけれども、こんなに近くで形状を見ることないので、はい、すごくすごいもんな。そうなんですよ。めちゃくちゃ細かい。こうなってたんだみたいな感じで、新たな発見もいっぱいあると思いますので、ぜひぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。はい。はい。よいしょ。コメントが追えないくらいなんかすごいことになってでも本当になんか何一つとしてこう手を抜いてない表現をはい、かなりこだわって、はい、はい、ゲーム内インゲームの、形状に近いものっていうところをしっかり目指しておりますので、はい、かなりご満足いただける出来になってるかなと思います。でですね、大変申し訳ないんですが、今回のアーマードコア6の商品の発表は申し訳ないんですが、これだけとなります。はい、なんですけれども、今回この特殊タンクパーツみたいなのを含んだ汎用 AC みたいなところも立体化というか商品化させていただいておりますので、これからもいろんな商品、こんな商品も出るんだろうなというところを想像しながらご期待してお待ちいただければと思っております。ちょっとこれからも商品開発頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。で、最後になんですけれども、ちょっと宣伝をさせてください。こちら映してもらった方がいいですかね。はい、すいません。1点だけ商品発表じゃ寂しいかなというところで、今月発売になる、商品のテストショットもほぼほぼ商品に近いものですね。こちらちょっとお見せできればと思いまして、お持ちしました。こちらが、ミルクトゥース、ネームド AC のミルクトゥースでございますと。はい、過去に商品発表会の方でしっかりと説明させていただいてますけれども、こちらもかなり緻密なディティールなのと、私も組んでみてすごくシリンダーの部分とか可動が面白くてですね、触ってみてさらになんでしょう、構造を理解して楽しめるキットだと思ってますので、そこにもちょっとご期待いただければなというところでございます。難易度的にはどんな感じですか？難易度、私初心者と初心者は、やっぱりまだすっごい時間かかりますかね。いや、そんなことはかなり簡単組み立ての設計になっておりまして、というといやいや難しいだろうってツッコミが来るんですけれども一応対象年齢は8歳以上を歌っておりますので、8歳以上であれば無理ではない、はい、無理ではないと思いますので、じゃあぜひ皆さん挑戦をしていただきたいですね。いただければと思います。で、こちらの方は汎用 AC の方ですね。こちらも同時に発売となります、メランダーとなります。で、今回過去商品のカスタムパーツお持ちしておりまして、よいしょ。はい。やっぱり30mm アーマードコア6シリーズはですね、アセンブル遊びっていうところもやっぱりと売りとしておりますので、よいしょ。はい、中林講座。しれっとしれっとカスタマイザー。すいません。いつも押しちゃって本当に申し訳ないです。はい、よいしょ。今ちょっとはめ合わせてみましたと。はい、ゲームをやっている方ならご存知かと思うんですけれども、トレーニングとかアリーナに出てくるトレーナー AC っていうところを再現することもできたりしますので、ぜひお手持ちのパーツと、アセンブルして遊んでみていただければと思います。こちらにもご期待いただければと思います。こちらの2点なんですけれども、今月の、6月21日発売となります。621です。
621です。意図的に狙ってますので、ぜひ覚えてお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、それでは新商品の方の 30mm アーマードコア6ファイヤーズオブルビコンアーキバス ADD-EV40A は税込み4180円となっております。2025年の12月発売です。それでは以上 30mm の新商品でした。改めて新商品を振り返ってみましょう。はい、いろんな商品出たかなと思います。今回の、10月から12月の商品にかけてですが、もう本当にレビニクスをしっかりとユーザーの皆さんに知っていただきたいというところで、レビニクスをしっかりアピールしていければと思っております。オプションパーツセットも一緒に発売しますので、ぜひ興味持っていただけたらちょっと羽に手出してみようかなとか、他の武器ってどういうのがあるのかなと30 minutes ミッションズシリーズに興味を持っていただければ嬉しいです。あと、ブーストワイルドバイクの方ですね。こちらの方はさっき 30ms でも画像が出ましたが、30mm の乗るバイクとなっていますが、もちろんレーベル全体で使えるような設計感っていうところはしっかりとこだわっておりますので、ご期待いただければと思います。はい、今回は本当に新しいパーツと、それにそうですね、やっぱりアーマードコア、はい、もう一商品だとしてもやっぱり全然重みが違いますね。満足感がやっぱり全然違うと私は思ったんですけれども、石澤さんどうでした？僕はやっぱバイクですね、最初バイクの情報出た時からすごいなと思ってましたけど、バイクのデザインでこういう風な形ですごい変わるんで、あれよく見るとですね、細かいところにジョイントのアタッチメントがあるんですよね。実はさっきちょっとあんま説明なかったんですけどすごいカスタマイズする遊びがすごい入ってるんで、ちょっと期待してますね。なんかぜひぜひこちらもお楽しみにお待ちいただければと思います。なんかそれではここでプレゼントキーワード4文字目の発表です。4文字目のキーワードはこちら、ルーです。キーワードはすべてチェックできましたか？応募方法はエンディングで紹介いたします。以上 30mm 新商品情報でした。30 minutes レーベル、それは3つの世界を持つプラモデルレーベル。ミッションズ、シスターズ、ファンタジー。このプラモデルの最大の特徴は、それぞれの世界を飛び越えられる点だ。パーツとパーツが自由に融合する。これはもうプラモデルではない、創造なのだ。諸君、30 minutes という広大かつ深遠なプラモデルのフロンティアに君の想像力を与えてくれないか。お送りしてきました30 minutes レーベル新商品発表会エンディングのお時間です。今回も本当に
新商品あり。いやいやそうですね、お疲れ様です。盛りだくさんでお送りしてきました。皆さんが今回気になったものは一番は何だったりしますか？まあいつも見てるんであれですけど、やっぱりドラゴニアナイトは結構ファンタジーの中では少しなんか新しいことが始まるんじゃないかなっていう予感があるのかなと僕は思いましたね。頑張ります。頑張ってください。ファンタジー。はい。それではじゃあ西田パイセンも。僕はですね、ミコルルはいいですね。ミコルルいいですね。あれ好きです。単純な好きを言っただけで好きが一番いいですよね。好きです。アマコアもね、すごいね機体がメカがね投入されて、ちょっと今後どうなるのかっていうぐらいちょっとワクワクはしますけど。はい。そうですね。それではあと中林さんどうですか？僕の方はストラクチャーですかね。カスタマイズストラクチャーの方がやっぱりプラモデルであんまり見たことないものがいっぱいセットにされているので、すごく楽しみだなと思いました。ありがとうございます。それでは私ですかね。私は、でもどれも本当にすごい気になったんですけど、あえて言うならファンタジーのモンスター気になるなっていうところです。キノコですね。そうですね。キノコちゃん可愛かったんででしたね。それでは改めてしっかりとお三方から最後に一言ずついきたいと思うのですが、その前に諸岡さんからのちょっと私の方からお知らせがありまして、ちょっと新メンバーのご紹介をさせていただきたいと思います。どうぞ。はい、30 Minutes Sisters のプロデューサーの方を新しいメンバーにちょっと引き継ごうかと思いまして、新しいメンバーを今回皆さんの前でご紹介できればなと思っておりますというところで、私ですが30 Minutes Sisters のプロデューサーは一度退任というかバトンを引き継ごうかなと思ってるんですが、30 Minutes レーベルとしてはちょっと私偉そうではありますがエグゼクティブプロデューサーとして30 Minutes ミッションズ、そしてシスターズ、そしてファンタジーの皆さんを支えていけたプロデューサーの皆さんを支えていけたらなと思ってますんで、皆さん引き続きよろしくお願いしますというのと、高橋ひろむプロデューサー新プロデューサーにちょっとバトンを引き継がせていただきますので、今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。このバトンや。じゃあ最後ちょっとひろむプロデューサーから一言よろしくお願いします。はい、新商品発表会をご覧の皆様、はじめまして、この度ですね、30 Minutes Sisters のプロデューサーを務めさせていただきます、高橋ひろむと申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お願いします。今後の抱負は？はい、ですね、諸岡さんの次ということでですね、だいぶハードルが高くてですね、緊張しておりますが、今まで使ってきた、いただいた、先輩の、背中を見てですね、いろんな、商品がございますが、今後もですね、より多くの、皆様に、新商品、届けれたなと思っております。またですね、僕自身未熟なところも、多々ありますが、今後ですね、次回以降、僕の方から、発表をさせていただきますので、今後とも、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回あれなんですよ、私が発表しましたけど、ティアー社とかミコルルっていうのはもう企画担当はもうヒロムプロデューサーの方に実はお願いしてたりしたので、全然心配なく、この30 Minutes Sistersのプロデューサーやっていただけるかなと思ってますので、僕も期待して陰ながら応援したいと思います。諸岡さん、今まで本当にありがとうございました。すごい本当に助けられました。すごい、でも寂しいんで、これからも見守ってください。お願いします。なんかいなくなっちゃうみたいな感じですね。いるんですよ。でもあんまり出なくなっちゃうかもしれないから。いなくはならないんで、大丈夫です。そして高橋さんもこれからよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。視聴者の皆様もぜひお二人へのコメントや拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、はい、それでは改めて、それでは西澤さんからお一言よろしくお願いいたします。
はい、今日もですね、いろいろ商品の方を発表させていただきましたけど、かなりこう世界観の広がる中を皆さんの中にお伝えできたんじゃないかなというふうに思ってます。もちろん皆さんの期待に沿えるよう今後もちょっと頑張っていきますので、ぜひともまた今後とも皆さん見守っていただければなというふうに思っております。30MF でいっぱい遊んでいただければなというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは続いて中林さんお願いいたします。はい、月曜日のこんな遅い時間までご視聴いただきありがとうございました。僕もですね、新商品発表会やったのにこの後4日も仕事があるのかってすごく憂鬱なんですけれどもこの後皆様のコメントだったりとか、X の投稿だったりとかを見させていただいて、それを糧にですね、皆様のプラモデルライフがさらに楽しくなる商品作っていきますので、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いしますありがとうございました。これからもお二人交代しますが頑張ってまいります。今回の情報以外にも現在ご覧の30 minutes チャンネルではコメントありますよ。あれでもさっきそうですね。大事だ大事だ。もう諸岡さんお願いします。はい。30 minutes シスターズのプロデューサー改めまして30 minutes レーベルエグゼクティブプロデューサーとして今後精進してまいりますので、ぜひ引き続き皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。そして私の方はちょっと偉そうな感じなんですけど、一つ上の立場として30 minutesレーベルを一つ上のステージに持っていけるように、このプロデューサー陣をバックアップしつつレーベル全体をキャラクターとして魅力のあるものを届けていきたいと思いますので、引き続き皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では今回の情報以外にも現在ご覧の30 minutes チャンネルでは随時情報を発信しております。チャンネルへの登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。 SNS の X ではハッシュタグ生配信 30ml で今日の感想を受け付けているのはもちろん、新商品発表会についてもアンケートも実施中です。こちらにもぜひご回答よろしくお願いいたします。さらに番組冒頭でお知らせしたキーワードキャンペーンに関するお知らせです。番組の随所で発表した4文字のキーワードを配信終了後のアンケート内で答えていただくと 30mm、30ms、30mf からそれぞれ3つずつ抽選で計9名様にプレゼントを差し上げます。応募期限は明日の6月3日火曜日正午12時までです。ふるってご応募くださいませ。それでは番組の最後に何やらやっぱりいつも通り最後までお楽しみいただきたいと思っております。そして毎度のことですが、はい、30 minutes 発表会は最後までご視聴ありがとうございましたが出るまでが発表会なので見てくださいね。それでは以上、ここまでの進行は根本みやりでした。バイバイ。キラキラだ。すごい絵が広い。諸岡さんありがとうございました。この番組は時間を忘れて楽しむ30分30 minutes レーベルを展開するバンダイスピリッツの提供でお送りしました。す。